こんにちは。行政書士社会保険労務士の小野です。中小企業系のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして給与担当者の負担急増ということで、2024年の6月からスタートをする定額減税について解説をしていきたいと思います。現時点ではですね、まだ法改正がされて、成立がしたぐらいの状況ですので、それほど詳細な状況は出ていないといった形ではありますけれど、税務署主催で説明会というのが徐々に始まってきております。で、こちらにつきましては早速参加をしてきまして行ってきましたけれど、会場としてはですね、300人ほどの会場に対して参加していたのが30人程度ぐらいといった状況で、まだまだ取り組みが進んでいないのかなといった状況ではあります。また説明をされる税務署の職員の方に関してもですね、微妙にちょっと歯切れが悪かったり、まだそこは決まっていません、詳細が決まっていませんといった状況ではあったりするので、やはりですね、こちら側としても、税務署の署員としてもまだ手探りな状況というのがかなり残っているといった状況ではあります。また国税庁の方のホームページ Q&A というのもかなり膨大な量が出ておりますけれど、こちらはですね頻繁に変わって内容が変わるといった状況で、いまいち確定しきれないといった状況ではありますので、2024年の6月からスタートする定額減税のスタート前においてですね、まずは基礎的なところを知っておこうという形で今回解説をさせていただこうと思います。そして今回の概要ですけれど、いよいよ始まる定額減税ということで、なぜこんなことが始まったのかといったところ、そしてなぜ6月からなんだろうといったところですね、そういったところについて見ていきたいと思います。そしてこの定額減税の処理を進めていく上で出てくる疑問点というのがありますので、現時点で分かるようなことに関して少し見ていきたいと思います。そして最後に注意点とまとめという形になります。そもそも定額減税は何だといったところになりますけれど、この定額減税というのがスタートをするきっかけになったのはですね、やはり昨今の物価高といったところで、急激な物価高に対する家計の負担を軽減するために行っていくと、2022年度の平均の消費者物価指数で言っても 3% 上昇していると。で、生鮮食料品だけでも 0.2% 上昇しているといった状況になっていると、そういったところで物価高に与える家計への影響を軽減するために定額減税というのを行ってきた。そして対象の方はですね、所得税の納税者の方で合計所得が1805万円という形になりますので、給与所得だけの方でいきますと、2000万の収入がある方が対象になってくると。そして、3万円なんだか4万円なんだかといったところもありますけれど、3万円は所得税として、残りの1万円は住民税として、合計4万円の減税といった形になってくると。そして実施の方法ですけれど、給与所得者は所得税、源泉所得というのを毎回引いているかと思いますけれど、そちらから控除をする形でいくと。こちらの部分が給与担当者の方に関係をしてくる部分という。またその他ですね、公的年金の受給者の特別控除というのがですねあって、こちらは源泉徴収税額から控除されると。こちらは年金事務所管轄といった形になってくる。また事業所得等がある方は特別控除になりますけれど、こちらに関しては基本的には確定申告の時に減額されるといった形になっております。そしていつからスタートなのかといったところですが、2024年もスタートしている状況ではありますけれど、定額減税自体のスタートは6月1日以降、最初に支払う給与等からスタートという形になりますので、6月ですと賞与を支払う会社さんもあるかと思いますけれど、そうしますと賞与の方が先に払う場合には賞与から定額減税をスタートして、そして月給の部分から控除すると。賞与がない会社さんに関しては6月の給与支給日のところからスタートをしていくといった形になっております。そして終わりはですね12月末という形になっておりますので、
なぜ中途半端に6月からなんだといったところはありますけれど、やはりですね、こちら法改正等があって、法律の改正を行って施行の予定日が6月1日になる予定になっているので、6月1日を基準日にしているため、法施行前に実施はできないということで、6月1日からといった形になっております。そういったところを受けてですね、そうすると5月31日までに退職をして6月に給与を支払われる人というのが出てくるかと思います。いわゆる6月1日を基準として6月1日以降に最初に支払う給与からというふうになっておりますけれど、5月31日退職の方は6月1日現在でいらっしゃらないことになりますので、5月31日退職の方で6月払いの方に関しては定額減税の対象外となってくる。またでは6月2日以降に入社をした方に関してなりますけれど、こちらはですね、基準日が6月1日になっていますので、6月2日以降の入社の方に関しては定額減税を会社の方で月次減税は行わないという形になっておりますので、こちらも対象外という形になっております。ただですね、月次の減額は行いませんけれど、6月2日以降の方に関しましては、年末調整のところでですね、年間の所得税額等の精算を行って、月次減税累計との差額を調整をしていくという形になっております。したがってチェックしなければいけないのは6月1日現在での人という形になっております。そしてですね、いろいろな疑問点がちょっと出てくるかという形で、定額減税に関してのパンフレットと出ておりますけれど、そこで出てくるのが各人別控除自責簿と言われるものになっております。サンプルがですね、パンフレットにも入っておりますし、国税庁の方のホームページでも Excel 版で出ておりますけれど、こちらについては法律上作成を義務付けられたものではないという形になります。なので、必ずしも作成をしなくこれに基づいて作成をしなければならないというものではないんですけれど、定額減税に関しての月次減税、月々やっていくという形になりますので、何かしら記録を残しておかないと、その翌月以降のですね、給与処理、事務処理ができなくなってしまうという形で、結果としては何かしら作るのかなというふうに思っております。またですね、源泉徴収に関わる定額減税のための申告書という書類がですね、一つ作られているんですけれど、こちらは必ず使わなければいけないのかと言いますと、こちらはですね、ほとんど使うことはないのではないかなというふうに思っております。必須の書類ではない。定額減税につきましては原則として令和6年1月1日の段階で、扶養控除申告書というのを出していただいているはずになりますので、そちらが基準になってくる。そして扶養控除申告書はですね、源泉所得税の部分になってくるので、この扶養控除申告書に書けない人というのが出てくる、いわゆる高額所得者等になってきますけれど、そういった方に関しては、改めてこの源泉徴収にかかる定額減税のための申告書を出した場合には定額減税の対象にするといった形。そしてですね、1月1日現在の扶養控除申告書に書いていない方というのもですね、あとは1月1日以降5月31日までに生まれた方だとか、結婚して扶養に入られた方というのも出てくるかと思いますけれど、そういった方につきましてはですね、扶養控除申告書を作り変える、差し替えるという形で使うのがいいのかなというふうに思っております。そして定額減税に関しましては所得税3万円をどんどん引いていくという形になりますけれど、引き切れなかった場合はといったところが出てきます。その場合はですね、減税額との差額というのが1万円単位で給付されることになってくるという形で、1万円単位というのはよくわからないんですけれど、1万円単位で戻ってくるといった形になっているそうです。そして最後に注意点とまとめですね。この定額減税ですけど、スタートは令和6年、2024年の6月からになりますけれど、終わりはですね、12月までという形になっております。
また、住宅ローン控除減税を受けている方もいらっしゃるかと思いますけれど、この定額減税を受けると、所得税額が減りますので、控除額の、減ってくるのではないかというふうに思われている方も多いかと思いますけれど、給付金制度等がありますので、住宅ローン控除への影響はないというふうに言われております。今ですね、国税庁の方で定額減税の特設サイトというのが、アップされて作られております。こちらは、コールセンターの開設もしておりますし、給与所得説明者への、説明会の実施というのも各税務署主催でですね、今あちこちで始まっているといった状況ではありますので、まず一度こちらの方をですね、ご覧になってみるかといいかと思います。そしてですね、給与所得者向けの説明会ですけど、こちら LINE 申し込みという形になっておりますので、国税庁の方の LINE をお友達登録をしてもらって申し込みをするといった形になっております。またこの定額減税ですけれど、非課税世帯ですとか、低所得者世帯に関しましては、この定額減税よりも前倒しで行われておりますので、世帯によって違いますけど、7万円から10万円の給付がすでに行われていると思います。そしてですね、18歳未満の子どもがいる家庭につきましては、加算措置というのが取られておりますので、そちらはそちらで確認をしてみてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。